来年お話ししましたように市政100年を迎えますけれども、那覇の町の特徴にもちろん芸能があり工芸がありますけれども、もう一つは那覇稲具たちです。さっき私がお話ししたように、私は平和通り、それから那覇の市場を中心に育ちましたので、そこで働く女性たち、ほとんどが9割が女性たちでした。おじさんたちはだいたい奥の方に引っ込んでいました。今ではもうある意味でコンビニができて姿を消しましたけども、住宅街には必ず商店があったものです。町屋川と言われるものです。その町屋川の風景で今でも覚えているのは大体ご夫婦でやってるところが多かったんですね。でもそこで見た風景というのが子供心に、もうとにかく働いていたのは女性たちでした。男の皆さんごめんなさい女性たちでおばちゃんは家事をし育児をし、そして洗濯をし、毎日仕事をしてるわけですよね。でそこに一銭町屋が見たのところに買い物に行きます。するとおじちゃんはですね、横転がって寝てるんですよ。寝ていてお客さんが来たらお客さんだよって言うんですよね。そうするとエプロンを拭きながらお母さんが出てきて相手をするわけです。そういうふうな形で、全てが全てでは言いませんが、女性たちがたくましく働く町なんです。でその中で実は那覇のですね特徴で、今1万人も女性の人口が多いんですよ、那覇の町は。で実は那覇市にはこういう本ができてるんです。見たことがない方も多いかもしれません。ごめんなさいね、カメラさん、しょっちゅう使ってごめんなさい。これです。これ全国でもなかなかないと思います。皆さんご存知のように、歴史というのは英語でヒストリーと言います。ヒストリーはヒズストーリーです。彼の歴史なんです。彼女の歴史ではありません。ですから多くの歴史本がほとんど男性の目で書かれています。でも那覇市はこういうふうな女性誌に焦点を当てて、こういう本を3冊発行しています。でこの中にやっぱりとても貴重だと思うんですね。でこういうものもぜひ図書館で見ていただければなと思います。具体的に那覇の女性たちの生き方が描かれております。ぜひ参考にしていただければなと思います。ということで、これに関わった古塚さんの一人に、古塚さんできたらお話をちょっと聞かせていただければと思いますが、いいですか？途中入ってきてもらって。これ古塚さんも関わっているんですよ。でこれはぜひお願いしたいのは那覇の女性誌に焦点を当てていること、そして那覇市政100年の中でやっぱりとても特徴があるのは、那覇の町がやっぱり女性の人口ずっと多かったんですよね。歴史的に振り返っても、例えば那覇の町には辻遊郭もありました。それに関連する仕事も含めて商いはほとんど女性たちが表に出ていたんですね。そういうことも含めて女性の人口が多かったこと、例えば首里の士族といっても何年に1回しか仕事は回ってきませんよね。そうですね。そういう意味で威張ってはいるんですが、首里の士族ですね。実際生活を支えたのは、そのいわゆる奥さんたち、あやめと言われる女性たちで、いわゆる小商いをしながらお金を蓄えて、その夫の立身出世を支えたという歴史もあるんです。ということで、この本について少しご紹介、古塚さん関わった一人としてお願いしていいですか？これは那覇市のですね、取り組みとして女性の歴史を明らかにしようということで、女性史というとどちらかというと現代史の方で、取り上げられるのが、多いわけですけれども、那覇市の方には、これ最初にこれ前近代ですね、つまり1879年の明治の廃藩以前ですね、それを表したもので、それからもう一つはこれはいわゆる近代編ということで、明治大正昭和の初めの、那覇の女たちの生き様を記したもの、そして、最後は戦後ですね、那覇の女性たちが焼け野原の中からどのように立ち上がっていったのか、そういったことを表しています。で私は崎山さんから伺ってびっくりしたんですが、地方紙の中で、このように自分たちの町の女性の歴史を取り上げたのは、
今のところ那覇が最初というようなお話で、自分も関わったんですが驚きました。そうですよね。でやっぱり改めて古塚さんも感じると思いますが、やっぱり沖縄ではうない神とも言いますけども、はい、女性たちのやっぱり力というか、女性たちの表現とかっていうのはですね、やっぱり男たちはダメとは言ってませんよ。男たちも共にですが、でもやっぱりすごい特に女性の力がですね発揮された場所としては那覇の市場を中心にやっぱり商業でもそうですよね。特に芸能でもですね、戦前は実はさっきご紹介しましたけども、戦前は芸能は男たちに限られてたんです。この素晴らしい古典女踊りも実はみんな男性が考えたんですよ。愛しい人のためにトンボの花よりもなお薄い美しい布を私は折ってあげたいという貸し書きの踊りも作ったのは男なんです。今その感性を古塚さん、今の男性たちも持ってほしいと思いますけれども、でも戦前はそういう意味で男性芸に限られていたんですね。ですから今でも組踊りなどは国指定の重要無形文化財にいち早く1972年復帰の年に国指定の文化財になったんですけれども、いわゆる保持者として認定されるのは男性芸ということで、男性たちがのみ保持者に認定されているんです。だけども戦後これ見ていくとですね、本当に戦後の復興期に男性の師匠たちから習った女性たち、今の第一次の舞踊の保持者の先生方はじめ二次の先生方もそうですけれども、やはり沖縄の伝統芸能を真剣に守り続けた女性たちの力が今の伝統芸能の隆盛期につながっているんですね。そのことを含めてやっぱり私はすごく誇りを感じますし、女性の一人としてで、例えば女性舞踊家の先生たちで戦前から流舞に携わっていた方では今は亡き新織の町木名佳子先生、それから流星本流の比嘉清子先生、それから定泉流の山田貞子先生といった方々が戦前から数少ない舞踊家として舞踊をたしなんでいらっしゃるわけですけども、でも戦後この方々が中心になってやっぱり芸能の復興に努めた。で特に女性舞踊家の先生たち、さっき今日踊っていただいた8人の先生たちもそうなんですね。第一次の認定を受けたのは13人の立ち方の先生でしたが、大城雅子先生、それから宮城由紀子先生、それから谷田佳子先生、金城美恵子先生、それから島袋光晴先生、志田房子先生、それから宮城農法先生、それから与田森幸章先生、間木名直子先生、玉城節子先生、玉城秀子先生、木名幸子先生、そして又石静江先生、そして佐藤孝子先生というふうにですね、こういう先生方が戦後守ってきたというところがあって続いていて、中でも女性の舞踊家の先生方が果たした役割はとっても大きいんですよね。ですからそれも含めてこれは芸能だけではなくいろいろなところで女性たちの活躍を通してぜひ見てもらいたいと思いますし、私自身が小さい頃から実は明治生まれの祖母が沖縄芝居が大好きでもうとにかく小さい頃那覇劇場に手を引いて連れて行ってもらった風景が今の芸能にとてもつながっているんですよね。それは若い時は分かりませんでした。でもやっぱり時間が経ってきて子どもの頃見た風景っていうのはとっても大きなウエイトを占めるな。だから改めて今私たちが今この現場だけ見ないでですね、この時に次の子どもたちにしっかりとしたものを見せるっていうことはとても重要だなと思います。でその祖母がずっと言っていたのが、私は3人兄弟で育ったんですね。上2人男の兄弟でしたけれども、でも祖母が絶えず口にしていたのは3人の中で食事のたびにですね、女の私に向かって言うんですよ。リスコ、あなたは那覇稲具だと。これ内名口で那覇言葉で、那覇の女は男の1人や2人養えっていうのがこの家訓だったんですね。そんなバカなって男たちには何も言わないのかと思ってましたけども、それも含めてそれがどうのこうのってやっぱりその言葉は今私たちの中に生きていますので、今の私たちが大人として例えば今の子どもたちも戦争ではなくても大変です。せっかくランドセルを背負って新1年生になったのに学校はずっと休校になったり、慣れたかなと思ったらまた
コロナとどう付き合えばいいのかというのは親子ともにとても苦悩している人が多いと思うんですよね。それから仕事がとても大変です。みんな生活が大変です。大変でない人は今誰もいません。多分世界中で大変さがあると思いますけども、でもやっぱり危機を乗り越えてきたのもやっぱり先人に習いながら、その可能性をねできればと思いますので、よろしくお願いいたします。そういう中で今日は那覇の観光を考えるという意味で、私からの提案は、先人たちに学びながら文化を通してこの那覇の観光、そして沖縄の文化を、那覇の文化をみんなで考えていこうということになると思います。どうもありがとうございました。通りがやっぱり変わってしまいましたよね、ある意味で。やはりこれを機に私が子どもの頃はまだ私たちが行っても買う店もあったんですね。いろいろとファッションのリーダーだったり、本当に沖縄の人たちも利用できる国際通りでもあったので、やっぱりこれから国際通りがもう一回改めてもスタート点に立って、奇跡の1マイルと言われたように新たな奇跡を起こせるような国際通りにするために、今商売やってる人だけの問題じゃないと思うんですね。みんなでやっぱり国際通りをちょっと考えて、そこに集まったりで、今聞いたらほとんど国際通り歩いたことがないっていう人が多いんですよ、那覇市民でも。で、私は浮島通りに住んでいますので、1日にも何回かは国際通り歩くことになるんですね。で、よく国際通りであったのがですね、よく観光客から「すいません、国際通り行きたいんですけど」って国際通りで聞かれるんですよ。そうすると、ここが国際通りだって言わなきゃいけませんので、すいませんって言って、まずぐるっと回ってくださいって言ったら、って言うんですよね。ここが国際通りです。ただの通りに見えるかもしれませんがって言って、復帰後なぜ奇跡の1マイルと言われたかで、アーニー・パイル国際劇場があって国際通りの名前が生まれた話などをすると、やはりその国際通りに一つの意味がありますので、だからやっぱり観光の原点、そうやって私たちが伝える力を持つことというのはとても重要かなというふうに思います。ありがとうございます。はい、質問の方が、来てますね。チャット欄です。はい、画面見ていただければなんですけれども、崎山さんご講説ありがとうございました。質問です。はい、青い海、青い空がよく注目される沖縄観光において、文化、歴史を知るとさらに沖縄の別の側面が見えてきて、沖縄を楽しめると思います。しかし、首里城などは沖縄に行けば1回は行けばよい場所のような、ランドマーク的な位置づけになっていると思います。そういった沖縄の新しい側面を見ることのできる文化、歴史を観光客に伝えるためにはどのような取り組みをしていけばよいか、何かアイデアはございますでしょうか。はい、ちなみに今先ほどお話しいただいた、国際通りのエピソードなどが納得ですという、はい、ということですが。よかった。ありがとうございます。いろんな反応があるんですね。よかった。ありがとうございます。どのように取り組んでいけばいい、例えば首里城ですけれども、今首里城は1992年できた時、さっきもお話したように賛否両論ありました。だけども実際できてみて、やっぱり多くの人たちが、意外と沖縄の人でも首里城行ったことがない人多かったんです。焼けて初めてその存在、焼けて初めて失ったものの大きさを知ったっていう人も大勢いました。特に若い人たちに多くいました。今首里城の再建に向けて今言ったように観光客のためのスポットで終わらせてはいけないと思います。あくまでも首里城は沖縄の私たちのためにあるべきだと思います。そのためには首里城が、さっき達弘先生のお話もありましたけれども、沖縄文化の粋を集めているとしたらどんなものがあるのか、それ焼けてしまった工芸の数々も含めてですね、首里城の再建に向けてはみんなが人事ではなく、私も関わるという気持ちで関わるべきだと思いますし、私が何よりもやっぱり感動したのは、沖縄の人たちがみんな涙を流しながらも再建に向けて自分ができることをしようと思った熱い気持ちです。うちなんちはいいなと私は思いましたし、それからこの首里城で今もう一つ言われているのは、光の部分として表に出てきた絢爛豪華の面も含めての琉球王国時代の
独立した個性豊かな芸能のあるいは文化の象徴としての首里城の側面と、それからなぜ沖縄戦で沖縄がこういうふうな形で4人に1人が亡くなるというこういうふうなものを受けなければいけなかったのか、そして首里城がなぜあれだけターゲットになったのかというと、やっぱり今問題にされている第32軍司令号あると思います。私はこの保存も同時にとても大事だし、この第32軍司令号で何が行われていたのか、歴史の検証を絶対すべきだと思います。これが相まって初めて首里城が本当の意味での価値を持つことになると思います。首里城については再建しながら私たち一人一人が積極的に関わることだというふうに思います。そういう意味ではみんなでいろんな意味で考えを広げていけたらいいなと思います。単に観光客が来て見る場所だけではなくて、そこは沖縄を考える、なぜ沖縄がその独立国家を築いていたのか、そして独立国家を築いていたのに、薩摩の支配後、どんな運命をたどったのか、そして、熊本分隊の駐屯地となった首里城、さまざまな変遷を歩んできた。そして戦後ある意味で戦前ですけれども、戦前首里市があった時代には議会でもって取り壊しを決定した時代もあった。それを止めたのがやっぱり鎌倉芳太郎さん、伊藤忠太さんといったまれびと、要するに大和から来た方々によって首里城の命が救われた部分もあります。今首里城の再建については高良倉吉さんたちを中心とするチームがやっぱり文献を掘り起こしながら作っていった。それを土台にしながらやっぱりこれから首里城の再建についてはある意味で精神の強固な首里城ができるんじゃないかというふうに思います。私自身は首里城へ行って思わず祈りたくなる場所がなかなかないんですよね。でも本来だったらあそこは本当に再生一致の場所で政治を行ういわゆる国王とそれを支える聞こえ大君としての祈りの場があって、随所に祈る場所があったはずなんです。その祈りの場所が前のその首里城では確認できなかった。なかなかでやっぱり女性たちがそこへ行った時思わず手を合わせたくなるような、この祈りというのは私が幸せになりたいという祈りではないんですね。沖縄の人たちはみんなが幸せであってほしいというこの祈りなんです。そういうことを含めて首里城が祈りの場としてもまた再現できるといいなというふうに思います。これが答えになっているかどうか分かりませんが、一緒に考えていければなと思います。その問題提起の一つに今回のこのマイマイが役に立ってくれたら嬉しいと思います。ただ今回筋書きなきで先生すいません、崎山さんもう一つ質問が来ていてですね、今後芸能はYouTube なども活用するような活動もお考えでしょうか。若い人を誘致するにはいいかと思うのですがということでの質問が来ております。芸能はですね YouTube でも見ることができます。でも生でないと私は本当の感動は伝わらないと思います。画面を通して見るのももちろん伝えるものありますよ。だけどもその場所へ行ってその舞台で今という時間を同時進行で踊るのを自分の目で見る、空間も含めて見る、沖縄の芸能だけでなく、どの舞台芸能と言われているものはその場所へ行って観客の一人となって観客席に座ってこの舞台空間を大きな天井も含めて見る、時には自分の目を隣の人にも合わせながら見る、これができれば私は舞台鑑賞のできれば原点ではないかなと思います。YouTube で見ることができるものもあります。でもそれは情報としては知ることの一つになると思いますけれども、感動をもし共有したいと思ったら体を動かしてその場所へ行ってその時その瞬間を共に見合うことがとても大事だと思いますし、沖縄の芸能がこれだけ盛んになったのは県民の力なんです。観客の存在がなかったら沖縄の芸能はここまで命を多分つなぐことはできなかったと思います。優れた観客がいたからこそ優れた実演家がいた。これは相思相愛で本当に表裏一体となって沖縄の芸能を作ってきた部分なので、できればこのコロナ禍を
どうにか乗り越えてでも、舞台を通して、生の舞台を通して私は見ていただきたいのが第一線です。でもそれが叶わなくなったら映像を通してやることももちろんありだと思います。でもそれが全てではなく、本来は補完的なものとして YouTube を利用してほしいなと思います。